くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気、ガス、水道の公共供給を受けていないオフグリッドな環境です。電気は発電機、ガスはプロパンガス、飲み水はミネラルウォーターを購入しています。フルートを3年間習っています。やっとアルテスの1と2を修了し、この度ケーラーの1を始めることになりました。その他アルルの女も練習を始めています。楽しくなってきましたが、転居したためフルートの先生のお宅から距離的に遠くなり、今後はズームレッスンも多くなるかもしれないと思っています。今、藤田真央さんの指先から旅をするを読んでいますので、そのぐらいの距離のために今師事している花野美香先生を諦めるのは残念だと思うようになっています。今、くるみ山荘の物置小屋を作るというプロジェクトが立ち上がっています。ガソリンジェネレーターの小屋、農機具の小屋、薪置き場を統合して刷新するというプロジェクトです。実は工務店のさまざまな関連業者さんたちがサプライチェーン問題に直面して、仕入れができないために仕事ができないで困っているとのことです。くるみ山荘には伐採された木材が積み上げられていますが、それを製材してウッドデッキを作りたいという大工の棟梁の提案がありました。木材を仕入れる必要がなく、斜面には石を積み上げるが、それも在庫があるということです。このサプライチェーン問題は、中東情勢の緊迫とトランプ政権の関税の壁、異常気象、慢性的な物流の人手不足などが原因だということですが、くるみ山荘にその小さな打開策を求める工務店があるというのは興味深く思います。この1週間、98歳の姑が母さんに滞在しています。今日はくるみ山荘まで来ました。昨日一日雨だったので、軒下以外は水やりの必要はありませんが、強い雨だったので傾いてしまった茎がかなりあります。それでは今回もカーサをご紹介します。今日は浴室をご紹介しますので、水着を着用しています。リクシルのスパージュにはアクアフィールがあります。この機能は浴槽内に溜まったお湯を吸い上げ、内蔵されたポンプで突出口へ送り出し、肩や腰に流します。3段階の強さで水流を当てます。私の身長ですと、足を完全に伸ばすと滑って沈みそうになるので、あえて膝を曲げて足の裏で壁面をつかみます。去年南米に行きましたが、特にブラジル、アルゼンチンの日差しが強力で、日焼け止めなど効き目はありませんでした。日焼けが沈着しています。今度は肩に水流を当てるモードに切り替えます。滝行のようですが、肩こりに効果がありそうです。またくるみ山荘周辺を散歩しています。このように砂防ダムがいくつもあります。砂防ダム近辺にはくるみの木が何本もあることがあります。
ガードレールの切れ目があり、ここから降りていくとくるみを採集できます。くるみ山荘の前を熊鈴を鳴らしながら歩いている方が何人もおられます。藤を見にいらっしゃったのでしょうか。グラジオラスは発芽して葉をぐんぐん伸ばしています。雨で少しかしいでいる葉もあります。こちらはニゲラと思って定食しましたが、ほとんどがカモミールでした。カモミールはキク科で、今の状態では黄色の部分が目立ちますね。これは頭上花ともいって小花が集まったものなのだそうです。白い花びらの部分は舌状花といって独立した花なのだそうです。ニゲラは近方外科で、割と目立つ大きな花びらに見えるものは実は萼片です。今日はシフォンケーキを作りたいと思います。田中圭さんぐらいの時間から起きていたので、朝食用に作ることにしました。卵を6個、卵黄卵白に分けます。卵黄が壊れてうまく分けられませんでした。でもそれほど心配はいりません。なんとでもなります。勝間和代さんはかつてこれをシャバシャバのホットケーキのようなものと呼んでおられました。卵、水、油、バニラオイルを合わせて小麦粉を加えます。粉を入れてから高速で攪拌すると粉が飛び散るという失敗を最近したので、種が混ざるまでは低速で慎重に混ぜます。卵白を泡立てておき、それに卵黄のミックスを混ぜます。スチームコンベクションオーブンで焼きます。キューリグでコーヒーを入れます。カップはウェッジウッドのワイルドストロベリーです。両親が使っていたカップです。この絵柄はくるみ山荘に自生するワイルドストロベリーに似ていると感じます。シフォンケーキができました。姑には朝食前に入れ歯の装着を促しそびれました。姑はテーブルにつき、シフォンケーキを入れ歯なしで食べることができました。生クリームやフルーツを添えた方が美味しいです。息子が来たのでスペアリブを用意しました。いつもはパイナップルスペアリブを作りますが、今日は醤油味にしてみました。醤油、みりん、おろしにんにく、生姜と砂糖でタレを作り、漬け込んでからすち込んで焼きました。余分な油が落ちるのであっさりと仕上がりました。夏野菜の定番、ナスのしぎ焼きです。梅の木の周りにはブラックベリー、ラズベリー、アガパンサス、その他ストック、金魚草がありますが、ここにウッドデッキを作るという案が却下されました。
1月前に播種したミニコスモスが10センチくらいまで育ち、私が近々娘一家のいるオーストラリアへ行くため、くるみ山荘に定食しました。姑からくるみ山荘を立派だわねという褒め言葉をもらいました。この日は気温が低かったので冬の装いです。先日鶏がいた公園です。ここでは流れが自由に変化します。桜の木も多いのですが、藤の大木も何本かあり、素晴らしい景観を作っています。このような可憐な花もあります。皆様最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。とても励みになります。